こんにちは、山下夏実です。1月4日日曜日、今日は平塚虹ヶ浜でスキムボード楽しんでいきました。前日に比べてちょっと波サイズは落ちましたが、かなり波は良かった方の部類じゃないかなっていうふうに思います。着いた直後はちょっと波数少なかったり割れづらかったりっていうのがあったんですけど、それがあって少しこの後本当にできるのかなっていう感じだったんですけど、だんだん波は良くなってきます。着いた時はとりあえずインサイドをメインでレールを合わせていくっていう感じの狙い方をします。で、ラップよりこの時間はやや流し側の方が取りやすいというよりかは合わせやすかったっていう感じですかね。ちょうどいい位置にコンプリートを持っていけるって感じだったかなっていうふうに思います。で、この辺りがちょっとセットが来始めたので、積極的にラップライン攻めていってます。やっぱある程度引かないとちょっとダメかなっていう感じでした。ラップ並みになるまでは。一応スプレーターンとかも分けながらやっていってます。で、積極的にしっかりラップライン側には回っていくっていうのは意識してます。相変わらず少し右にずれるから波がグーフィーの人はやっぱりやりづらい波かなっていうふうに思います。基本レギュラーの人がこのラップラインを狙う分にはかなり取りやすい波ではあると思うんですけど、難易度自体は高いです。ただしっかり乗れたら結構綺麗なラップは狙えるっていう感じです。この人が今よくギャップ超えましたね。しっかり高いやつでしっかりラップラインまで取っていけてる。これはスプレー上げながらのターン。ハイクオリティ。これラップがいけるけど、ちょっと巻きが甘そうですね。2枚重なったからちょっと巻きが甘くなったかな。今のを見る限り。2枚重なってもしっかり前出たのは今いいかなっていう良かったポイントだと思います。さあこれはしっかり横走れる場所がある。このサイドウェイの伸びも悪くないですね。ただあんまり綺麗にチューブにならなかったからちょっとかぶれずって感じです。これはオーリーかな。さあこれ良さそうな波が。これいいですね。クイックターンでしっかり持ってきましたね。ここから普通にターンしてたんじゃ間に合わなかったかなと思います。回し切る前に多分割れちゃってたかな。スピナーからラップ悪くない。これはちょっとブレイクが早いね。タイミングが合い切らなかった。この手前に1枚あるのがやっぱりちょっと厄介かなっていう2段になってる。今のも2段ありましたね。ここで1枚越す。で、これがこの後ね、最後、これはまだマシだけど、ブレイク、最後の一番いいブレイクのあたりで、良くない条件につながることがあったので、結構厄介な波でしたね。これとか分かりやすいんですけど、手前に1枚あると、やっぱり、最後乗り切ることが難しい。一瞬軌道修正してターン。悪くないですね。これゆっくりターンして、タイミング合わせながらラップ。うまくブレイクの最後のところに合わせましたね。さあ、これもゆっくりターンしながらラップ。ちょっとかぶりきれはしなかったけど、いいと思う。テイクオフ詰まったから、これはパンピングでリカバリーして、なんとかコンプリート。
テイクオフして、これライナーが行くんじゃないかな。そう、少し今のは右に開いてたから、ライナー側でしたね。スピナーから、これだいぶレイトスピンで回してましたね。で、ラップ。かなりゆっくりとしたスピナーでしたが、うまく合わせました。さあ、走るスピードを合わせて、前足乗りでテイクオフして、ラップ。こういう練習もしっかりしていく。さあ、テイクオフして、ターンして、スリーショービットまで。これはややフロントラインに合わせて、リッピングでスリーかけようとしたけど、ちょっと前できれず。これはライナーが行きながら、スピナーコンプリート。うまくいけばね、チューブとかも狙いそうだったけど、チューブにならないからトリックコンプリートにしました。ターンしながらその辺はトリックでコンプリートするかとかを判断していってますね、僕の場合は。さあ、このラップかなりいいですね。完璧なぐらい横走ったんでね。波サイズは微妙だったけど、クオリティは今日一だと思います。こういうあとは2枚重なるパターンね、本当はこれ裏狙ってたんですけど、重なって絶対手前側しか残らないって踏んだから、今のは手前に行きました。とっさの判断でカバーする技術も持っとくといいかな。これは強引に最後180入れてきましたね。本当はもっとスムーズに180したかったんだけど、飛ぶ場所がなかった。これサイドウェイかなりいい伸び。ラップライン。横走って、ちょっとチューブにはなってないけど、いいと思う。かなり加速させましたね。こっから。波サイズがあればチューブだったかな。1枚越して、巻かないけど一応ワンアクション強引に入れてコンプリート。ここでボードスライド入れてですね。ターンして降り着地。これも前足乗りでやってます。特に前足乗り後ろ足乗りを変えるメリットはないけど、いろいろちょっと練習ということでね、やっぱり前足乗りのこともちょっとある程度理解はしておかないとね、もしかしたらターンとか荷重にね違いがあるかもしれないんで、その辺もちょっと試しながらやってます。さあ、これちょっと今テイクオフの直後に詰まっちゃったから回せなかったけど、よくリカバリーしましたね。クイックターンでラップライン狙い。最後ショービットまで。一瞬軌道修正からのラップ。今の軌道修正早くてよかったですね。さあ、これはエア狙い。このエアリアルちょっと怖いね。これ膝落ちてきたんでね、怪我の可能性あるんで、あんまりやることはお勧めしません。で、この辺からね、ちょっと風が入り始めてね、やっぱ風が入るとね、一気に波質が変わりやすいなって感じでした。特に東風側はね、やっぱり結構あんまりいい条件をもたらさないかなっていう、平塚で。西風だったらまだね、なんとかなったりするんですけど、ちょっと東風入っちゃうと難しい波になりやすいので、大会とかになった場合、もし平塚で東風入ったっていう時は、そこで乗れるかどうかが
結構大きな差になるかな。まあ最後軽くこの辺は練習してっていう感じでした。で、ちょっとピークとかをね、この後もいろいろチェックしながら帰ってくるんですけど、探せばできる場所はあるかなって感じではあったんですけど、今日はこの辺で終わりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。